皆さんこんにちは、さくらあんです。今回は正面の2インチのディスプレイがとても印象的なコントローラー、マンバワンコントローラーを紹介したいと思います。外箱はこんな感じです。オープン。こちらがマンバワンコントローラーです。こちらは充電ドック。こちらは USB レシーバー。一番下には USB Type A to C ケーブル。交換用ジョイスティック。こちらはディスプレイの保護フィルムのようですね。あとは取扱説明書が入っています。説明書は英語と日本語で記載されています。内容物はこんな感じです。早速ディスプレイをチェックしてみましょう。背面に電源があるのでオンにするとディスプレイがつきます。ホームボタンを3秒長押しでメニュー表示。メニューの選択はスティックや十字キー。プラスボタンがイエス、マイナスボタンがバックで操作していきます。ディスプレイが大きいので、プラスとマイナスボタンが下に配置されているのが慣れるまで少し使いづらかったですね。メニューはデフォルトでは英語で記載されていますが、モアのランゲージを選択すると日本語があるので日本語にすることもできます。ペアリングではペアリングモードに。モードでは接続するデバイスの選択。スイッチでは USB レシーバーか Bluetooth どちらで接続するかを選ぶことができます。設定では3つのプロファイルの設定とスイッチモードの設定ができます。ボタンはボタンのマッピング、背面ボタンの割り当て、連射の設定ができます。スティックでは感度曲線やデッドゾーンの設定、トリガーではトリガーのデッドゾーン、トラベル、完全にトリガーするまでの移動距離の設定ができます。設定の詳細が記載されていて分かりやすいですね。振動では振動の強弱の設定ができます。デフォルトの真ん中、3メモリ目の強さの振動が結構強いなぁと感じたので、2番目のメモリにしてみましたが、それでも結構強いです。一番小さいメモリは振動オフです。スイッチの設定内容も同じです。あとは LED ではディスプレイの明るさの調整やこの横の LED のカラーを選んだり、LED を常時点灯させるか、このように動かすか、オフにするかを選べます。あとは言語を設定した機能でコントローラーの補正をしたり、ボタンのテストができます。コントローラーに搭載されているディスプレイでかなり充実した設定ができます。アプリやソフトウェアを使用しなくていいのはすごく便利。また、ここで常にコントローラーのバッテリー残量が確認できるのが私はお気に入りです。設定方法もわかりやすく、ディスプレイが大きくて見やすく、日本語も用意されているのがかなりポイントが高いですね。サイズは横幅約 15.5 センチ、縦幅約11センチ、厚さ約5センチです。プロコンと比べるとこんな感じです。重さは約 299g です。約 300g ですね。いろんなコントローラーを触ってきましたが、かなり重たい方のコントローラーだと思います。マンバワンの外観はこんな感じです。クリアな表面に
ホワイトとシルバーのグラデーション。グリップの部分が穴が開いていて、振動のモーターが回転しているのが見えますね。メカメカしくてかっこいい。ちなみに、この表面のクリアの部分はマグネットで着脱できるようになっています。着せ替えのカバーがあるのかなと思いましたが、今のところそのような商品は販売されていなかったですね。今後販売されるのでしょうか。A、B、X、Y ボタンは Xbox 配列。サイズは約 9.8mm です。押し心地はカチカチとマウスのような押し心地のマイクロスイッチ。かなり気持ちいい押し心地です。スティックは超寿命のホールエフェクトスティックが搭載。摩耗によるドリフトが起きにくくなっています。直径は約 16.6mm。あまりゴム感の強くない素材ですね。つるっとした触り心地で少しだけ滑りやすく感じました。デフォルトで搭載されているスティックよりも高さの高い交換用のスティックが付属されていて、簡単に交換することができます。それぞれのスティックの高さと直径はこんな感じだよ。スティックの押し込みボタンの押し心地はクリック感があり押しやすい押し心地です。十字ボタンはこんな感じ。少し浅めのボタンですね。また押し心地が結構硬めです。私はこの浅さと硬い押し心地がちょっと操作しにくく感じました。上部の外観はこんな感じです。シルバーのボタンにドットの滑り止めが搭載。LB、RB は太めのサイズですね。カチカチとしっかりクリック感のある押し心地です。LT、RT は全体的に丸っこい形状のトリガーです。背面にはトリガースイッチが搭載されています。スイッチを下にすると押し心地が浅めのトリガーになります。ボタンのような押し心地ではなく、単純にトリガーが浅くなる感じです。背面の外観はこんな感じです。背面ボタンは4つ搭載。押し心地はマイクロスイッチではないですが、しっかりクリック感があり、すごく押しやすいです。グリップはこんな感じ。背面に少し凹凸はありますが、滑り止めという感じではないですね。手が乾燥しているとちょっと滑りやすいなという印象です。サイズ的には太めでしっかり握れるタイプの大きめのグリップです。充電ドックの外観はこんな感じです。背面には USB Type-C ポート。底面にはゴム素材の滑り止めと、この中には USB レシーバーを収納できるようになっています。なくす心配がなくていいね。充電ドックがあると充電は簡単だし、飾って収納できるのがいいですよね。かっこいい。一つ驚きなのは、この音。充電するたびに、となります。しかも音が結構でかい。慣れるまではちょっとびっくりする音だね。ちゃんと充電されてますという合図の音ですかね。対応機器は Nintendo Switch、Windows、Android、iOS。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、付属のドングルを使用しての 2.4GHz 帯の低遅延の無線接続です。1800mAh の大容量バッテリーが搭載。約 4.5 時間の充電で10時間の使用が可能です。ちなみに、任天堂純正のプロコンのバッテリーは 1300mAh で約6時間の充電で約40時間の使用が可能です。ナンバーワンは大容量バッテリーですが、動作時間は少し短めですね。ディスプレイや LED があるので、そこにも電力を消費するのだろうなと思います。有線接続でのポーリングレートは 800Hz です。
ポーリングレートは1秒間に操作情報を送信する回数なので、800Hz ということは1秒間に800回の操作情報を送信しているということになりますね。スイッチに接続してゲームをプレイしてみました。一番初めに感じたのは、ジャイロ感度がめちゃくちゃいいということです。ジャイロが重要なスプラトゥーンですが、プロコンと同じ感覚で問題なくプレイできました。ジャイロ感度はこんな感じ。手の動きと同じ反応でめちゃくちゃ感度がいいです。特に左右の動きの感度がすごくよく感じました。たくさんのサードパーティー製のコントローラーのジャイロ感度を調べてきましたが、ジャイロ感度は1、2を争うぐらいかなりいいです。気になったのは重さと十字ボタンの硬さです。プロコンに慣れているとナンバーワンはちょっと重たくて長時間のプレイは手が疲れやすいと思います。また十字ボタンが硬いのでナイスとカモンがちょっと押しにくかったです。特に離れている十字ボタン下のナイスがとっさに押せない時がありました。押しにくい場合は背面ボタンに割り当てた方がいいかもしれないですね。ちなみにスイッチに接続した際のスティック感度はこんな感じです。スティックのデッドゾーンは0に設定しました。カクカクする感じはなく、ぬるぬる滑らかです。ほんの少しの傾きにも反応します。設定した通りデッドゾーンは0になっていますね。重さと十字ボタンに慣れてしまえば、ジャイロ感度は素晴らしく、ボタンやトリガーの押し心地も良く、とてもいいコントローラーだと思います。次はパソコンに接続してフォートナイトをプレイしてみました。マップを開くマイナスボタンが下に搭載されているので、初めは少し使いづらく感じました。FPS や TPS ゲームではトリガーはプロコンのようなボタンの押し心地のトリガーが使いやすいんですが、ナンバーワンは浅いトリガーにしか切り替えられないのでちょっと使いづらいのかなと思いましたが、特に気にならず遅延なども感じずプレイすることができました。かなり浅めの押し心地のトリガーにできるので、そんなに違和感は感じなかったんだと思います。パソコンに接続した時のスティック感度はこんな感じです。問題なさそうですね。デッドゾーンも設定した通り0になっています。スティックはホールエフェクトスティックだし、背面ボタンは4つ搭載。ディスプレイで接続の切り替えが簡単だったり、アプリや PC ソフトウェアを用意しなくても各種設定ができる。便利で使い勝手がいいコントローラーですね。あとはポーリングレートが有線接続で 800Hz というのがちょっとだけ惜しいなという感じですかね。1000Hz だとより需要が増えそうなコントローラーだなと思いました。今回はナンバーワンコントローラーをレビューしました。私が感じたナンバーワンのいいところは、ディスプレイでの設定がめちゃくちゃ簡単で便利。A、B、X、Y ボタンのマイクロスイッチの押し心地が最高。ホールエフェクトスティック搭載。ジャイロ感度がめちゃくちゃいい。充電ドックもついて見た目がおしゃれなところですね。少し残念なところは、重さが約 300g と重たい。十字ボタンの押し心地が硬い。ディスプレイが搭載され、プラス・マイナスボタンが下に搭載されているので操作に慣れが必要というところですかね。2インチのディスプレイが搭載されていたり、大容量のバッテリーが搭載されていたりで、この重さは仕方がないかなという感じはします。重さが気にならなければ、スティック感度もジャイロもバッチリ。詳細設定にアプリや PC ツールが必要なく、ささっと簡単に設定を変更できたりと、かなり使えるコントローラーだと思います。とても便利なので、今後発売されるコントローラーには、このようなディスプレイが搭載されているのが当たり前になるかもしれないですね。
今回の動画は以上です。チャンネル登録と X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。